はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は人生を幸せに変える言霊の力ということでやっていきたいと思います。古来から日本では言葉には力が宿るというふうに信じられてきました。ね、言霊っていう言葉、皆さんもね聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、言葉っていうのはね、コミュニケーションツールとしてね、やっぱり言葉によって人間は意思の疎通を図ったりとかもしますけれども、それともう一つ言葉の働きとして物を定義する力、物を縛るという、ね、力が言葉にはあるんですよ。例えば、奥さんとか旦那さんね、そういう風な感じで言葉で縛られたら、もうこの人たちは浮気ができない人っていうことになるわけでしょ。まあ簡単な例で言うと、そんな風に言葉によって何かこう働きというものが限定されたり定義されたり縛られたりっていうような力が言葉にはあるんですね。でこの人生の中で生きていく上でも、我々はその言葉によっていろんなものを縛りながら生きているんですよ。例えばネガティブな生き方をする人もいれば、ポジティブな生き方ができる人もいます。例えばそうだな、雨の日に雨だ、靴が濡れちゃう、なんて嫌な日なんだろう、今日はついてないわって思う人がいるだろうし、晴れになったらうわ暑い、こんな時に外に出たら汗かいちゃうわ、嫌な日だわって思う人もいるでしょうね。晴れても雨が降ってもネガティブに感じる人もいる。でもこれ逆の考え方をすれば、晴れてる時は今日は晴れてる、靴が濡れずに済むわ、喜ぶこともできる。雨が降ったら今日は涼しいから汗をかかずに済むわって喜ぶこともできるね。同じ環境、同じ条件であっても、それをポジティブな言葉で縛るのかネガティブな言葉で縛るのかによって、物事の捉え方や生き方っていうのがガラッと変わっちゃうってこともあるんだよね。でね、よくなんか重たいものを持ち上げたりするときにどっこいしょって言ったりするんだよね。海外のお友達はねあんまり知らないと思うけど、日本って結構ねそれでどっこいしょっていう言葉がある。で、このどっこいしょっていうのはね、もともとね六根清浄という言葉から来てるんですよ。六根清浄ね。六根清浄っていうのはね、六根清浄の大払いっていう言葉があるんですね。簡単にざっくりと説明すると、人間ね生きてる間にね、いろいろとこう妬みだったり憎しみだったり怒りだったりね、そういう負の感情と対面することもあるでしょう。日常生活の中で誰かが悪いことを言ったりとかね、そういういろいろなネガティブな感情に我々は対面することがある。そうしたことを例えば我々は目で見たり耳で聞いたり鼻で嗅いだりとかね、口で、それを言ってしまったり、あとは体で感じたりとかね、また意識でそれに触れるということもあるでしょう。そうしたことで感じることがあっても、そういった負の感情というものを心にまで、持ち込まないようにしなさいっていうこと、心にまでそういった悪い感情を持ち込まないようにしなさい。でね、我々は生まれてきた時に神様から魂をいただいてるんだよね。だから我々のこの体の中には神様がいるわけね。だからね、我々はみんな神様の子供、神の子なんですよ。神の子っていうのはね、誰か特別な一人のことを指しているわけじゃない。人間はみんな、私もそう、あなたもそう、みんな神の子なんですよ、ね。みんな心の中に神様がいるわけだから、そういったネガティブなことを心の中に持ち込まなければ、心の中の神様が、そして我々の体を健康に保つことができる、ね。そうすると我々はいつも神様とつながっている状態でいられるから、だから我々の願い事や意志の力、そうしたものが余つところなく発揮されて、一つとして叶わない願い事はないんだよ、どんな願い事だって叶うんだよ、それができればっていうのがこの六根清浄なんだよね。六根清浄のお祓いに書いてある内容っていうのは、ざっくり説明するとそういったことです。だから昔の人はね、重たいものを持ち上げるときにどっこいしょって言ったんだよね。要はそういったことで神様の力を体に宿してね、自分の力じゃ持ち上げないものをそういったことで神様のお力を借りて持ち上げる。昔の人はだからよくしたもんでね、どっこいしょってそういったことをね唱えていたわけね。で、だんだんみんなそういった背景のことは忘れてきてしまってね、いつの間にかどっこいしょっていうね言葉になっちゃったんだけども、これもともとはねそういう六根清浄だから、昔の人はそういった仕組みがよく分かってたんだね。だから人生の中で
ね、我々はそういったいろいろなあまり良くないものと出会うこともあるけれども、その時にいかにそういったものから自分の心を守るかっていう部分が重要になってくる、だから、いろいろな出来事もね、なるべくそれをね、さっき言ったお天気の話と雨の話があったでしょ。悪い言葉で縛るんじゃなくて、それをいいように捉えていい言葉で縛る、それをポジティブに捉えてポジティブな言葉で縛るというお稽古ができてくると、これね、続けてみると分かるんだけどね、1日2日で結果が出るかどうか分からないよ。でもね、これを1ヶ月2ヶ月と続けていって、それをお稽古をすると本当に人生にね、変化が現れてくるから、試しにやってみてちょうだい。これ本当にね、やる価値がある。これ本当に私が約束する。必ず効果が出るから、だからね、そういった形で人生を肯定的に捉えていく思考のトレーニングということにも役立ってくるし、それによって神様ともよりつながることができるようになるわけだね。でね、もう一つ言わせてもらうと、インターネットの中でね、かなりひどい書き込みなんかがあったりとかね、それによって中にはね、自ら命を絶ってしまうような人もいる、最近もそういった事件があったりとかね、したでしょ。相手が見えない、そういった状況だと人間ってものすごく時に暴力的になったり、思いやりのない言葉を吐いてしまったりとかもするね。でもね、その携帯の画面の向こう側、コンピューターのディスプレイの向こう側には生きた人間がいてね、そのね、心ないコメントを涙を流しながら読んでるような人もいるんだよ。でね、コミュニケーションっていうのはなかなか難しいね。僕も今こうやって動画を投稿してるけれども、残念ながらみんなの顔は僕には見えません。だからね、いつもこうやって面と向かって話してるときは相手の表情を見ながら、ちょっと今きついこと言っちゃったかな、ちょっと寂しそうな顔してるなとかね、これはちょっと心に響いてないのかな、ちょっと話題変えようかなとか、相手の表情を見ながら僕はいろいろ話し方を変えることができるんだけれども、でも今僕にはね、みんなの顔が見えないから、今いろいろみんなのことを想像しながら語ってます。どんな感じで聞いてくれてるのかなとかね、心に響いてるかなとかを想像しながら語っています。だからね、こういうオンラインの上でのコミュニケーションっていうのはね、本当に想像力がいるんだよね。画面の向こうには生きた人間がいるっていうこと、それをね、ちゃんと想像をして相手にね、優しい言葉がかけられるような人であってほしいと思う。で、相手にかけた言葉というのは、発している我々もね、すごく聞いているでしょ。自分で自分の口から発しているからね。だからそこで心ない言葉を吐いたりとかしてね、インターネットだと匿名性があるから、どんな意地悪なことを言っても自分には何もね、攻撃が及ばない、自分は安心だ、だから言いたい放題言っちゃえって思ってる人も中にはいるかもしれないけど、それはね、さっきも言ったように言葉には力があるからね。それはね、そういった自分が発した悪いエネルギーというのは自分に必ず返ってくるから気をつけてね。ポジティブな言葉で縛れば人生は幸せになっていく。でもネガティブな言葉で縛れば人生はどんどんと寂しい方向に動いていく、ね、だから僕だったらできる、私だったらできるって思えば、そういう風に人生は開けていくし、僕なんてダメだ、私なんてきっとダメだと思ったらそういう風になっていってしまう。だから自分の人生を切り開いていくために、この言葉の力、言霊の力をうまく使ってポジティブに生きていくお稽古を一緒にしていきましょうね。そうしたことで今日は以上にさせていただきます。また次の動画で会いましょう。さよなら。